はい、農園ガレージのりょうです。ブレーキのディスクローターの錆がひどいので、研磨して錆を落としたいと思います。ご覧のように錆がひどくて、パッドが当たっている面が、ここの部分ですね、半分ぐらいしかありません。裏面はもっとひどいです。そしてこちら外した右側のローターなんですけど、右側も錆がひどくて、特に裏面がひどいです。パッドが当たってるところがもう1センチもありませんね。ほとんど錆びた状態です。こんな状態でもブレーキは効いて制動が出ているので車検には通ります。ブレーキのパッドは半年ほど前にやった車検で 4.5 ミリはあったのですが、 ABS を効かせるフルブレーキのショート動画を撮ったら一気にパッドがなくなりました。はい、これが外したパッドですね。特に内側が減っていて、ほとんど残量がありません。もう1ミリもないぐらいです。それなのでこのウェアインジケーターが、ローターに当たって、ブレーキの異音が出ています。ローターが錆びたことによって一気にこのパッドが削られたと思われます。車検の時ペーパーは当てたんですが、あまり意味がなかったです。このローターが錆びている原因というか、錆びすぎている原因は、潮風による塩害ですね。あと、あまり距離を走らないことも原因だと思われます。私の EK もサンバーも距離は走るので、パッドの当たり面には、錆は出ていません。そこで今回はローターの錆を研磨して落としてみたいと思います。本来はローター交換がいいんですが、あまりお金もかけたくないので、研磨して、錆を落としていきます。はい、では早速やってみます。まず作業性を良くするために反対のローターを逆向きにくっつけています。はい、こういった感じですね。右のローターを左に持ってきて、右のローターとくっつけて、取り付けています。こうすることによって裏面、こちら側の研磨をやりやすくしています。そして使う工具はこのベルトサンダーを使います。砥石を使って研磨する方法がありますが、錆がひどすぎるので、あらかた、このベルトサンダーで、錆を落として、その後砥石で、仕上げをしようかと思います。はい、そしてやり方は、まずエンジンをかけて、ドライブに入れてローターを空転させます。注意点は、キャリパーを外しているので、強くブレーキを踏まないことです。踏みすぎるとピストンが出てきてしまいます。それなので、ニュートラルでエンジンをかけて、ドライブに入れるといいです。はい、では実際にやってみます。はい、では実際にやってみます。
はい、結構錆がひどくて、ベルトサンダーで削ったんですけど、結構この錆の巣がひどくて綺麗にはできませんね。結構ひどいですね。とりあえずベルトサンダーはここまでにして、次は砥石で、研磨していこうかと思います。はい、続いて砥石で研磨していきます。使う砥石はこういった砥石です。はい、だいぶ周りも暗くなってきました。だいぶ砥石で研磨したんですけど、錆の方がひどくて、全然、ローターが綺麗になりません。ローターのこの巣がひどくて、この錆びてへこんでいるんですけど、これが全然削れなくて、研磨しきれなくてですね、これは正直、部品交換、ローター交換か、ローター研磨機による、研磨が必要なレベルです。ちょっと今回、お金をかけたくなかったので、ちょっと頑張って研磨しています。残りのこちらの表面と、もう片方2面、残り3面をちょっと頑張って、後日研磨したいと思います。
はい、こんな感じで研磨できました。最後ペーパーも当てましたが、改めてサビのひどさに驚いています。これは研磨できるレベルではなかったですね。正直交換が必要なレベルです。特にこちら左側のローターの内側のサビがひどくて、これ以上研磨しても仕方がないので、この後、新品パッドを取り付けて様子を見てみます。サビの巣、これですね。錆びてへこんでいるサビの巣が残っているので、これがどこまでパッドに影響してくるのか、経過観察したいと思います。はい、新品のブレーキパッドを取り付けて、通勤がてら試乗してみました。ブレーキのタッチや効き具合に異常はなく、以前より効きは良くなりました。当然といえば当然ですね。肝心のローターとパッドの当たりですが、一応当たりは出ています。こんな感じです。反対側も見てみます。はい、反対側はこんな感じになっています。サビの巣が残ってしまっているので、今後どうなっていくのか、次車検を通す時にでも報告したいと思います。今回の動画は以上です。ブレーキローターのサビ取り研磨でした。最後までご視聴ありがとうございました。